DJ レナです。今20歳で奈良県出身なんですけど、アメリカと行ったり来たり繰り返して活動してます。僕3歳の頃からダンスしてて、ダンスのイベントに行った時に DJ してる方がいて、それまでのイメージってDJ ってただ曲をかけるだけっていうイメージしかなかったんですけど、その方はスクラッチとかもしてて、でジャグリングとかいろんなトリックやってて、でその時が初めて見たターンテーブリズムなんですけど、本当にかっこいいなと思って、でお父さんが本当に昔に80年代ぐらいにディスコで DJ をしてた時があって、で機材とかもともと持ってたんで、見よう見まねで始めたのがきっかけですね。初めてターンテーブルに触れたレコードがマイケル・ジャクソンのレコードで、スリラーとかのアルバムのレコードなんですけど、お父さんのレコードで当然高いじゃないですか、マイケル・ジャクソンのレコードで、みんながやってる溝に手を置いてスクラッチをやろうとしたんですけど、お父さんに怒られて、でもうスクラッチするんやったら真ん中の紙のラベルのところでスクラッチしてくれって言われて、すごい重いじゃないですか、ラベルでスクラッチしたら。いや、スクラッチでこんなに難かったんやなっていう思ったのがきっかけですね。DJ 始めた時に A トラックっていう史上最年少世界チャンピオン、当時15歳で世界チャンピオン取った方がいるんですけど、世界チャンピオン取った後カニエ・ウェストのバック DJ として勤めて、でそこから音楽も出していって、今もう四つ打ちとかいろんな曲かけるんですけど、もう本当にターンテーブリズムのスターみたいな方なんですけど、プロデューサーとしてもやってるし、ターンテーブリズムの延長でDJ としてやってるし、本当に憧れる存在です。初めてのバトルは、大阪の草バトル、ブラインド DJ バトルっていうイベントに出場させていただいて、その時が9歳やったんですけど、予選落ちして、でその次の年に DMC 関西予選に出たんですけど、緊張か何かわからないんですけど、鼻血が止まらなくて、で鼻にティッシュ詰め込んでプレイした記憶がありますね。確か10歳だったかな。世界チャンピオン目指そうと思ったのは最初初めて DMC 出た時からですね。親からはその3年以内にタイトル取らなかったらDJ よりも学業に専念してくれって言われて、でもう3年以内に結果残さなあかんって思って、でいつかは世界チャンピオン取るやろうなとは思ってたんで、取りたいなとは思ってたんですけど、まさかこんなに早く取るとは思わなかったです。僕が覚えてるのはDJ の大会にやっぱ台って高いんで、僕すごいちっちゃかったんですけど、踏み台を毎回持って行って、でお父さんとお母さんに機材ね持って行ってもらったりとか、台持って行ってもらったりとか、そういう苦労っていうか大変やったことはあるんですけど、でもその練習とかっていう苦労はあんまり覚えてないですね。とりあえず勝ちたいっていうのと、勝つために何をしたらいいかっていうのを考えながらずっと練習してて、それが結構楽しかったんで、あんま苦労は覚えてないですね。ちっちゃかった、9歳とか10歳とかの年代、年で出てたんで、とりあえず舐められたくなかったんで、舐められないように練習をして、本番で完璧にできるように準備するみたいな、そういうのはあったです。自信はあって、で3位と2位発表された後、もう絶対俺しかおらんわって思って、その時は取ったぜって感じなんですけど、帰りの飛行機ぐらいでマジで取っちゃったんやみたいな、しばらくは実感なかったですね。12歳なんで全然世界チャンピオンという実感はなかったです。ニュージーランド代表の DJ がいて、その方がバスケットボールでビートダウンっていう技やってて、それすごいびっくりしたのと、やっぱ80年代後半とか90年代前半 DMC っていろんなことをする方がいたんですけど、チャリンコでレコードを引っかえたりとか、
ターンテーブルの上で回ったりとか、そういうこうトリッキーなプレーを見たのが結構初めてやったんで、それに結構、刺激されたのと、あとでもみんなレベル高かったですね、ファイナリストは。オールラウンダー、ちょっと格闘技っぽいんですけど、スクラッチもできるし、ジャグリングもできるし、ミックスもできるし、自分で言うのもなんですけど、こう五角形のグラフで見て、バランスいいあれにあるんかな。オールラウンダーっすね。ビートジャグリングとスクラッチですね。当時はこう大会に出場してた頃はやっぱ勝ちたかったんで、勝つためのセットを作るのに心がけてたんですけど、最近はやっぱそのルーティンしても踊れへんかったりとか、結構ノイジーって思う方が多いんで、一般その方でもすごいって思ってもらえるようなルーティンを作るのに最近は心がけてます。好きな機材はトラクターの Z2 っていうミキサーがあって、でもう生産終了になってしまって、今は入手するのが困難なんですけど、今ずっとそのミキサーを使ってて、結構コンパクトで音も良くて、お気に入りですね。もうずっと多分一生使い続けるんちゃうかなって思ってます。常にリラックスはしてるんですけど格闘技見るのが好きなんですけど、基本的に趣味って言ったら音楽が趣味ですね。僕オールドスクールの音楽が好きなんで、その音楽とマッチするように、最近の音楽を取り入れたりとか、こう流行ってるもんもかけたりはするんですけど、僕のスタイルに合った音楽を僕のセットに取り入れてるんで、あんまりこう最近の音楽、古い音楽っていうのは気にしないですけど、とりあえず僕のスタイルに当てはまった曲を使うかなっていう感じですね。ルーツがヒップホップで、3歳からヒップホップダンスしてたんで、ヒップホップルーツの上でこうハウスとか、あとフライングロータスとかの LA ビーツって言われるヒップホップから派生したジャンルなんですけど、ちょっと変わったジャンルが好きやったりします。ビートティープです。最近のヒップホップってビーフィングとか誰かをディスったりする曲がグラミー賞取ったみたいなっていう世の中なんで、やっぱヒップホップってもともとピースな文化なので、ピース、ユニティ、ラブ、ハビング、ファンだよっていうメッセージをこう実際そういうワードを取り入れたりしてるんですけど、僕のセットにそういう平和的なもんなんだよっていうのをこう世界に広げたいなっていうのはあります。始める時に最初に目標を持つのが大事かなとは思ってて、じゃないと目標にたどり着くまでの道がこう遠くなっていくんで、最初に目標あった方がいいかなって思います。趣味で始める、趣味としてやるならやっぱ全力で楽しんでほしいなっていう感じですね。正直今のバトルシーンは面白くないなっていうのは個人的に感じてます。ターンテーブリズムの大会でレコードを使って、ルーティンを作ってこう競うっていうのが定番なんですけど、そのボタンでこうジャグリングする人が増えて、よりこうオーディエンスが理解しづらくなった感じがするかなって思って、プラスそのビートキープっていう面でお客さんがこう乗りにくいルーティンが多いかなっていうのは思いますね。使えるかわかんないですけど、海外のバトルシーンの方がメッセージ性があってこだわりがあって、それぞれみんな特徴があるんですよ。日本の DJ シーンはやっぱこう憧れてる人が限られてるっていうか、こう少ないっていうか、日本のスタイルなんですけど、ちょっとこうあんまりオリジナリティが見えないかなっていう気はしますね。次はプロデューサーとして DJ として
A トラックもそうなんですけど、ターンテーブリスト代表のアーティストとしていろんな業界に突入していきたいなっていうのはあります。なんで世界的に活躍したいですね、アーティストとして。音楽は僕がもう小さい頃からずっと聴いてきたので、音楽っていうのは僕のルーツっていうか、基盤的なもんがあって、音楽ありきで僕がいるみたいな。なら僕の一部みたいな感じですね。